オーロラは北極とか南極の方に行くと空に浮かんでいる緑とかそれから紫のふわふわしたものです。で、私たちが研究しているのはそのオーロラです。で、今日これからオーロラがどうやって起こるのか、オーロラを起こすのには3つのものが必要なんですけども、その3つについてお話ししたいと思います。1つはオーロラが光るためには空気が必要です。地球空気ありますよね。その空気があることがオーロラにとってすごく大事です。2つ目は地球は磁石ですよね。その磁石があるっていうことがオーロラにとってとても大事です。なので磁石があること、それから空気があること、だから磁石がなくて空気がある惑星、例えば火星や金星はオーロラがありません。それから磁石があるけど空気がない惑星、水星なんかにはオーロラがありません。でも地球とか木星とか土星、そういった惑星にはオーロラがあります。で、最後に必要なもの、それは太陽からやってきている風です。太陽からは電子、それからイオンと呼ばれる電気を帯びた粒々が常に宇宙空間の中に吹きつけてるんですけども、その風が地球に吹いてくることがオーロラの研究ととても大事です。で、私たちはこのオーロラを調べるために毎年冬にアラスカ、アメリカの北の方ですけども、そこに行ってオーロラの観測をしています。で、最新のカメラを使って多分皆さんがテレビで見るよりももっと速い1秒間に100枚撮れるカメラを使ってオーロラの研究なんかをしています。そしてどんな形のオーロラが出てくるのか、どんな色のオーロラが出てくるのか、そしていつ出てくるのか、そういったことを調べています。でも実はオーロラを調べるためにはオーロラだけではダメなんですよね。太陽からの風、それがどういうふうに変化するかを調べることがオーロラにとって大事です。そういった太陽からの風を調べること、これが宇宙天気の研究です。私たちはオーロラを観測しているだけではなくて、コンピューターを使って明日太陽からどんな風が吹いてくるのか、あるいは明日オーロラが見えやすいのか、そういった宇宙天気、それから宇宙天気の予報なんてこともやっています。で、皆さんに今日一つお伝えしたいことがあります。このオーロラの研究、それから宇宙の天気の研究で日本が来年新しい人工衛星を打ち上げます。JAXA っていうのを聞いたことがあられると思いますけども、例えばはやぶさを打ち上げているところですよね。その JAXA が来年エルグ ERG と呼ばれる人工衛星を打ち上げて、世界で初めてオーロラを起こしている電気の粒、それがどうやって変化するのかを調べていきます。こういった人工衛星が打ち上がるのは日本としては20年ぶり、そして世界でまだ誰も見たことがない新しいデータがやってきます。ちょうど皆さんが大学に入って、そしてもし大学院に進むようなことがあれば、その最新のデータを使って研究できる本当にまたとないチャンスです。で、こういった機会をぜひ生かして宇宙と地球のつながり、そしてつながりの中でどうやってオーロラが起きているのか、そういったことを一緒に勉強できればというふうに思っています。